こんにちは、むつきのウォッチチャンネルです。WBC の優勝に感動して購入したセイコーアストロンネクスターシリーズ大谷翔平選手2022限定モデル SBXC125 の開封レビュー動画です。国内限定1700本の数量限定になります。9個の項目に分けて紹介していきたいと思います。1、箱を見てみましょう。まずは外箱から見てみます。黒色の紙でできた箱にセイコーアストロンとシルバーで書かれています。箱の裏側には MLB のロゴがついています。外箱を開けてみます。ウォッチボックスはグレーの色になっています。外箱の下側に入っているものを見てみましょう。この袋の中には保証書が入っています。もう一つはハンディマニュアルが入っています。日本語と英語版になっています。あまり今まで見たことのないような説明書になっています。それではウォッチボックスを見てみましょう。グレーを基調とした箱でシルバーで文字が書いてあります。裏側には MLB のロゴがついています。箱の表面はしっとりとした質感になっています。叩くとこんな音がします。蓋を開けてみます。SBXC125 です。蓋の内側には大谷翔平選手のサインがプリントされています。2、時計全体を見てみましょう。まずはクッションをつけたまま一周回してみます。クッションから外して時計全体をじっくりと見てみましょう。ケースは面ごとに向きの違うヘアライン仕上げが施されています。バンドは縦のヘアライン仕上げで鏡面仕上げをアクセントとして使っています。バックルも縦のヘアライン仕上げになっています。ケースやバンドなどは全体的にヘアライン仕上げの部分が多く落ち着いた印象になっています。厚みは 12.2mm でサイドの部分は横向きにヘアライン仕上げが施されています。反対のサイドも見てみます。ボタンにもチームカラーが配置してあり、さりげなく赤色があしらわれています。バンドの裏側は縦のヘアライン仕上げになっています。3、ダイヤルをじっくりと見てみましょう。エンゼルスのビジターユニフォームのカラーコンビネーションを色濃く反映したダイヤルになっています。グレーを基調に赤色が際立つ配色がされています。ベゼルにはエンゼルスの本拠地のアナハイムが赤色で表示されています。それでは細かく見ていきましょう。まずは上半分を拡大してみます。グレーのダイヤルは3連仕上げが施されているのがわかります。その外側は円形状に凹凸の成形がされています。インデックスは縦の筋彫りがされていて、ルビーブライトが充填されています。まずは右側から見てみます。曜日の表示で赤色の針が指しているところがその日の曜日になります。ダイヤル部分は円形状に凹凸の成形がされています。小時計の AM、PM 針になります。針は黒色になっています。次は日にちを見てみます。黒色の字に白色で数字が書いてあります。次は下側の12時間製の小時計を見てみます。黒色の自噴紙になっていて、ダイヤル部分は円形状に凹凸の成形がされています。3連仕上げの部分にちょっと違う方向に線が入っているのは見なかったことにします。
最後に左側を見てみます。針はインジケーター針で、通常は電池残量を示します。大谷翔平選手の背番号の17番が刻印されています。ダイヤル部分は円形状に凹凸の成形がされています。O と ST、DST はサマータイムの設定です。飛行機の N のところは機内モードです。1は時刻修正、4プラスはタイムゾーン修正の時に指します。もう一つのところはフルー秒の受信の時に指します。粉芯は黒色でヘアライン仕上げが施されていて、ルミブライトが充填されています。自身も同じ作りになっています。秒針は赤色で反対部分は黒色になっていて、ルミブライトが充填されています。4、裏蓋を見てみましょう。大谷翔平選手のサインが刻印されていて、リミテッドエディションの数字の刻印もあります。その他には日本製、10気圧防水などの刻印もあります。スクリューバックの裏蓋は円形状にヘアライン仕上げが施されています。5、リストショットです。バンドは全体的にヘアライン仕上げですが、表面仕上げの部分があるのでアクセントになっています。横からの視認性はダイヤルがグレーで針が白と黒なのであまりいいとは言えません。エンゼルスのビジターユニフォームのカラーコンビネーションを色濃く反映したダイヤルがかっこいいです。6、時計の合わせ方です。まずは強制受信の失敗例です。A ボタンを3秒間押します。インジケーター針が1のところを指して秒針が5分のところに移動します。補足衛星数が1ということになります。補足できなかった場合は秒針が0のところに来ます。キャンセルする場合は B ボタンを押します。秒針が N のところを指しているので受信は失敗です。次は受信の成功例です。A ボタンを3秒間押します。いっぱいの時と同じようにインジケーター針が1を、秒針が5のところを指しています。少し早送りします。50秒ぐらいで秒針が Y のところを指したので受信は成功です。あらかじめ時間と日にちをずらしておいたので結構動きます。タイムゾーン修正の仕方も載せておきます。最後に曜日の針が動いて完了です。7、機能説明です。手動で小時計のタイムゾーンの設定の仕方です。まずリューズを2段階引き出します。リューズを回して秒針を設定したい年に合わせます。現在は東京になっているのでアナハイムに合わせます。リューズを元に戻して設定は完了です。次は小時計のサマータイムの設定です。リューズを2段階引き出します。A ボタンを押すたびに ST、DST、オートに切り替わります。ST が解除で DST がサマータイムの設定になります。手動で小時計のサマータイムの設定した場合、オートにはなりません。リューズを元に戻して設定が完了です。次は基本の時計と小時計の時刻を入れ替える方法です。A ボタンと B ボタンを同時に1秒以上押し続けます。小時計をアナハイムの時刻に設定してあったので、東京の時刻と入れ替わります。小時計で東京の時刻を表しています。もう一度押すと基本の時計が東京の時刻に戻ります。アナハイムの時刻が小時計で表されるようになります。最後に機内モードの設定です。飛行機内など他の電子機器の動作に影響を与える可能性がある場所では機内モードにしてください。リューズを1段階引き出します。B ボタンを3秒間押し続けます。インジケーター針が飛行機のマークを指します。5秒間経つとサマータイムの状態を指すようになります。リューズを元に戻して機内モードの設定は完了です。インジケーター針が電池残量を示さずに飛行機のマークのところを指しています。解除するときも設定するときと同じです。リューズを1段階引き出します。
B ボタンを3秒間押します。インジケーター針が電池残量を示すようになります。5秒間経つとサマータイムの設定を示すようになります。流図を元に戻して完了です。インジケーター針が電池残量を示しています。8、夜光です。まずは準備として光を当てておきます。照明を徐々に消していきます。自身分身が特に明るくて、インデックスのルミブライトも綺麗に発光しています。12時のところだけ2個光っています。秒針の根元のところの三角形の部分が光るのが少し変わっています。9、乾燥です。スペック表を載せておきます。気に入った点を挙げます。サンレイ仕上げのグレーのダイヤルに赤色が際立つ配色がかっこいいです。2、国内限定1700本で、ウォッチボックスや裏ボタンに大谷選手のサインが入っているところです。3、世界中のどこにいてもボタン操作一つで今いる場所のタイムゾーンを特定し、現在地の正しい時刻に合わせることができるところです。材質がチタンで 105g と軽くて傷がつきにくいところです。少し残念だった点を挙げます。クロノグラフの時計にはストップウォッチ機能がついていることが多いのですが、この時計にはついていませんでした。見た目もかっこよくて、機能面でも弱点のない時計だと思います。最後におまけで分身の動きです。見ていてもらえばわかりますが、5秒に1回分身が動きます。なかなか珍しいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。